取った血油に普段以上の香りが生まれるんです。すごいな。これは初めて見ました。これはなかなか誰もやらないです。誰もじゃあ打てないんですか？聞いたことないです。大阪の今里の麺屋福原、食べログなんと 3.84 のお店の地鶏 100% のチンタンスープの炊き方を取りに行ってきました。ポイントとしては特に、地鶏をさばく時のねさばき方がすごい理にかなってるなっていうところと、意外と福原店主あんな顔してね考え方がすごいロジカルなので、その辺もぜひ見てほしいのと、特にチー油の作り方はすごい考え方が理にかなっていたので、ああなるほどなとすごい納得してしまいました。僕も早速スープの炊き方をやってみようと思ってます。はい。で最後には醤油だれの方をお話ししています。なんと醤油を4つ使っている、この4つをブレンドして使っているんですけども、その辺のお話も出ますので最後まで見てください。それでは動画スタート。福原変態福原混んでるね。早速使われへんこと言ってくれた。こんにちは、島田です。おはようございます。今日は福原、麺屋福原の福原店主に来てもらってます。来ました。今日はチンタンの炊き方と、あと麺線の整え方と、あとそれ以外いろいろ聞いていきたいなと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。今何してたんですか？今はうちの鶏そばのチンタンスープの仕込みをしてました。はい。これがうち大和肉鶏 100% なんですけど、これいつもうち業者さんがさばいたやつ持ってきてくれます。これ1日寝かしてますね。これ大和肉鶏のガラですね。はい。もう綺麗にほとんどもう内臓まで掃除されたやつがきます。でもめちゃくちゃ新鮮なんで冷凍とかもかけてないんで、ほんまにもう生ガラですね。で匂いとかも全然なくて綺麗です。でこの柄をまずこの首を2箇所折りますね。これ折る理由としてはブロイラーに比べて、地鶏の柄って飼育日数が長い分骨が太いんですよね。でガラのうまみっていうのはやっぱ髄から出るんで、その首の中の髄を出やすくするためにやっぱ折ってあげます。はい、基本的にうち材料が多いんで、しっかり詰めていかないともう溢れてしまって美味しく出汁が出ないんで、だいたい3つぐらいもうこうやって重ねてしまって敷き詰めるように入れていきます。これ何リットルのぞ？これは45ですね。ガラ何キロぐらい入れてる？結構細分化してるんですけど、胴柄が7キロで、小骨っていう、鶏ももの内骨ですね。鶏骨、この小骨っていうのをハンマーで割ってこうやって割って、もう地鶏の骨はもう硬いんでハンマーじゃないと割れないのと、やっぱ中の髄が美味しいんで、この髄を入れたいんで小骨をハンマーで割って入れます。チンタンやけど骨割って髄出して、ただ髄はうまみが強い分入れすぎるとえぐみにつながるんで、3キロだけで、この後丸鶏出しますけど、丸鶏が10キロで、水が20リットルで、水と固形物は基本的には1対1ですね。結構詰めるね。綺麗に詰めますね。20リットルなんで、ここに丸鶏と骨入れたらマジでこう水からはみ出る量が多いんで、できるだけ水からはみ出さない時間を作りたいんで。この大和肉鶏にっていうのは最初から使おうと思ってた？もともと麺屋一頭の修行時代に、いろんな限定をやる中で、いろんな鶏を使って勉強させてもらった中で、やっぱりこう自分が東京でやってて、やっぱ東日本とか東北の鶏を使うところがメインだったんで、何かこう自分の地元近畿のものを使って、東京のお客さんに美味しいって言ってもらえないかなっていうところで始まったのが近畿の地鶏探しで、その中で、近江しゃもとかいろいろ使っていく中で大和肉鶏っていうのが一番自分の好みに合ったスープを出してくれたんで、じゃあもう今後もこれを使いたいなっていうので、大阪に帰る時を想定して業者さん探しして交渉して
で独立してからも使えるようにずーっと連絡取ったりとかしてましたね。そのこぼれも大和肉鶏。全部大和肉鶏です。100%。大和肉鶏 100%。100%です。以外は水と大和肉鶏以外は入ってないです。野菜も何も入ってないです。何時間ぐらい炊く？基本的には沸騰直前まで持ってって6時間ですね。6時間。基本の軸は。でこれ小骨って髄だけじゃなくてこのさばき損ねた肉、肉もついてるんですよね。この軟骨とか。結局こういうところが美味しいんですよ、スープの中で。なるほどなるほど。はい、で結構鶏屋さんでも小骨って使うところがないんで、もうほんまラーメン屋さんとかスープ取るとこ以外小骨使わないんで、結構融通してもらえる時があるんで。柄でキロ何本？うちは基本的にキロ350円ぐらいかな。で丸鶏が1700円とか。どこを潰すのポイント？もうほんまに割るだけ。もうげんこつと一緒ですね。この硬いところ叩いても折れないんで、真ん中のしなってるところを一発叩いたら折れるんですよ。そこを割るだけ。そこをもう淡々と割るだけですね。この一番真ん中が衝撃くは割りやすいんで、端っこはどうしてもこの関節があると、関節は硬いんで真ん中ですね。一頭で限定で大和肉鶏でやってからもうこれでいこうっていうのを決めた。そうですね。やって食べた時に自分が毎日食べれるラーメンってこれやなって思ったんですよね。この鶏だけのラーメンで自分が毎日食べれないのに一生このラーメンを作り続けることができるのかと考えた時に、いや無理だなと。自分が一生食べれて一生作り続けられるラーメンを死ぬまで研究した方が食べる方もやっぱいいと思うし、で自分が食べれないラーメンお客様が食べれないだろうっていうやっぱ根本的な考えがあるんで、そういうのでずっと作ってますね。でこれで入りました、はい、骨と柄ですね。でこの上に丸鶏入れていきます。これ丸鶏は朝引きの丸鶏です。これ何は基本的にキロで売ってるんで、これで10キロで、これをバラしてから入れます。顔つきです。顔つきもみじ付きの地鶏。たまにこう目開いてるやつとかいるんですよね。でバラし方は、これウイング、もも、本体、この3分割します。でウイングも2箇所入れると関節が外れるんで、この関節の間に刃を入れるときれいに切れます。でももも一緒ですね。もももここに関節があるんで、関節めがけて2回刃入れて、ほんならここ外れるんで、あとは手前に引っ張ってやると関節外れるんですよ。でこの関節外れた間を刃入れるときれいに外れるんです。でさっき割ってた小骨っていうのがこの内ももの骨ですね。地鶏の骨が硬いのはよく歩く、飼育日数が長い分よく歩くんですよ。よく歩くから筋肉も骨の発達もすごいんで、太くて硬い骨ができるんで、ハンマーで割らなきゃこういうしっかりした骨は割れないんですよ。でこっちも一緒ですね。2回入れてやると外れるんで、これ外してあります。こっちも一緒ですね。2回こうやって入れてやると関節が外れます。あとは外してやって、でこれで終わりかと思いきや、ここよく胴柄って内柄外柄ってあるんですけど、内柄っていうのがここの胸の部分ですね。これ胸肉ついてる部分が内柄。いつもさっき入れたやつが外柄とネックなんですよ。これを刃入れて分けてやるんです。ちょっとでネックもちょっと折るように首に切れ込み入れてやって、これで1回目ですね。で外したももとウイングはまだ入れずに、一番大きい胴体だけ入れて、胴体から入れます。これも理由があって、要は着火して火を入れてる間に対流が起きるんですよね、寸胴の中で。でその対流が、下にあればあるほど火って伝わりやすいんですよ、熱って。で柄はどちらかというと出し切りたいと、しっかり炊いてしっかり出したいから下の方にいるんですよね。で丸鶏が上な理由って、丸鶏ってやっぱその髄までうまみ出したいっていうより、肉のうまみのピークをスープに移したい、香りを移したいっていうのがほとんどなんで、
丸鶏は上に入れます。その中でもやっぱりボディのでかい、胴体とで手と足っていうのは火の入り方がまた違うんで、だから胴体だけ先に敷き詰めて、で火の回りの速いウイングとかは最後に入れて、極力一番最後に火が回るように入れていきます。これチー油ですね。これが腹油ってやつですね。でこれもも1個だけうちは置いときます。これうち営業中手鍋で追い取りするんで。そうなんや。はい、もも肉直で入れて1回もう火入れして、でそれから提供するんで、追い取りです。でガラ材料入って、でもも、胴体ももウイングっていう順番でこう積み重なって、水20リットルを入れますね。水も優しく入れないと飛び跳ねるんで、あんだけ敷き詰めて入れたのに水入れたらこれぐらいなんですよ。だから敷き詰めなかったらもっと出てしまって全然火が入らないですね。今からこの寸胴の中でチー油作ります。油何キロ？これ3キロです。3キロ。はい、これなんでここで油入れるかっていうと、チンタンスープ炊いてる時、ポコポコぐらいの火加減だったら蒸気上に上がってることあると思うんですけど、その蒸気っていい匂いするじゃないですか。いい匂いするのに吸気口に持ってかれるのがもったいないなと思って、ある日油と一緒に炊いたら油がめちゃくちゃうまかったで、なんでやろうって考えた時に、油でスープに蓋をすることで、普段なら吸気口に吸い込まれてた分の蒸気が油の中で循環して、普段なら蒸発していく美味しい香りが油に入っていくんです。香味油をチンタンスープで作ってるんですよ、理論的に。そうすることで取ったチー油に普段以上の香りが生まれるんです。しかも全部地鶏やし、全部地鶏で単一地鶏なんで、スープの味も邪魔しないし香りの味も邪魔しない。着丼からすごい美味しそうな鶏の香り、炊いてる時も美味しそうな香りするで、やっぱもう着丼した時点で美味しそうな香りで美味しそうなビジュアルやったら、やっぱ大半の人は美味しいっていう認識で食べてくれるんで、それですね。すごい。これはかなり他のラーメン屋さんやってないかもしれないし、雑味が出るかもしれないけど、同じ地鶏でやることで、雑味が出ない。やっぱ別鶏にすると、単一地鶏ならそこまで変化ないかもしれないですけど、地鶏変わっちゃったりすると浮くんですよ、油だけ。油の味だけスープと一体化せずに、なんか油の味強いなるんですよ。同じ地鶏でこうやって炊くとスープに馴染むんで、使った時にスープと一体感あるんですよ、やっぱり。違和感を感じずに食べれるんで。なるほどね。同じ地鶏でやるからこそ。そうです。全ての。これは面白い。これはなかなか有料級です。すごい。有料級、ピー入れといてね。有料級です。で、蓋して強火で。30分ぐらいですね。はい、30分ぐらいで沸いてくると思うんで。沸騰しちゃうと、せっかくの香りが飛ぶんで、沸騰までは持っていかないです。沸騰直前で見極めます。さっき沸騰直前までいったんで、外火切って、中火だけでプカプカとやるんですけど、火切りたてって火加減対流が安定しないんで、ちょっと置いて調整しますね。でこの火のままずっとある程度決まったらもうこのままですね。6時間です。これで何リットル取れるの？20リットルです。いい匂い。でも火加減こんぐらいですね。ポコポコと。これがどんどんチー油から油が出てくと、この今見えてる蒸気が塞がれて見えなくなるんです。油が吸い取ってくれるんで。ここにその煮干しとかそういうの入れようっていうのは、醤油ラーメンは水と鶏と醤油だけです。乾物とか入ってないです。醤油だけ。そうなんや。醤油はどこの醤油？醤油はたまり1種類、再仕込み1種類、濃い口2種類です。4種類をブレンドして使ってます。どこの醤油？今あるんでラベル。うち基本的に全部もう木桶で仕込んでる醤油屋さんがほとんどなんですよね。だから瓶で来るんですよ。ペットボトルで来ないんですよ。絶対瓶で来るんですよ。こういう醤油使うのもやっぱりこういう小さな蔵さんを守っていかないといけないんで、やっぱ自分たちでこう高いんですよ。めっちゃ高いんですよ。これ1本2000円ぐらいするんですよ。720で。それでもやっぱ使うのはずっと使いたいから。高いとか安いとかずっと使いたいし、ずっと作り続けてほしいから
やっぱお金出さないと、こういうところも隠して醤油屋さんが儲からないようになって潰れるのが一番悲しいんで、それやったらもう全部紹介するんで一回じゃあ皆さん取ってくださいと。で美味しかったら使ってくださいと。で醤油屋さんが儲かったらその醤油屋さんはずっと存続するから。これ小豆島のたまり醤油、再仕込みかな。これ再仕込みなんですけど香りが強いんですよ。これ僕結構お気に入りの小豆島のたまりなんですよね。小豆島。はい。うまっ。それたまりです。で再仕込みですね。再仕込み。で僕がめちゃくちゃ気に入ってるたまり醤油、これです。伝右衛門っていうんです。これすごいです。たまりなんですけど、3年熟成かな。もうないんですよ。3年も寝かしてるたまりなくて、これ僕衝撃で揚げまくってるんですよね。うまい、これめっちゃうまいからっつって。何がうまいっていうと、塩味、ほとんどないのにうまみの塊なんです、この醤油。これビビったっすね。おお、すごい。ほんまや。たまりでこれはやばいなと思って。美味しい。これは衝撃。美味しいこれ。高いですけど、僕もこれ使うためにはいいやと思って、これ使いたいからために醤油ラーメンちょっと値上がりしました。美味しい。衝撃です。塩分マジでないです。うまみの塊です。でうまみの塊、うまみの塊ってなると次塩分が足りなくなるんですよね。だからこれ奈良の醤油さんなんですよね。最近使い始めた井上本店さんっていう奈良の醤油。これもちょっと丸いんですけど、醤油の分類的には丸いんですけど、まあ、やっぱ塩分ありますね、井上さんのやつは。これは塩分出すために使っている。そうですね、塩分も濃い口は基本的にやっぱ塩分ですね。塩分も欲しいから。うん。で違うな、ほんま。で同じ濃い口でもこっち2年なんですよ。2年醸造なんです。3年なんです。この3年のこれがまたうまいんですよ。もう化け物みたいな濃い口醤油ですよこれ。日本酒みたいに言うこれやばいです。ほんまに化け物です。2年と3年の違いを濃い口醤油っていう一つの括りとしても、この1年の醸造の違いでここまで深みとコクと出るのかっていう。うわ、お前全然違うな。一つの括りじゃないですよね。だから作り手と醸造とによってもうすごい違うです。これをブレンドすることによって一つの醤油だれにするんですね。でそのブレンドした醤油だれが合わせてるだけ。合わせるだけです。火入れも何もしてないです。合わせるだけです。すげえ。これ4つブレンドしたこれです。合わせてるだけ。はい。面白いでしょ。すごい。で合わしてるだけなんですけど、合わしたての日と翌日と翌々日で醤油の発酵が進むんで味がどんどん丸くなっていくんです。合わせたての日はキレがある醤油ラーメンなんですけど、3日目ぐらいになると丸くなって余韻が強い、キレはないけど余韻が強い醤油ラーメンなんですよね。だから毎日同じ醤油ラーメン食べても醤油の寝かし方で味が違う。意図的なブレを出すんですよね、醤油で。素晴らしい。面白いです。で醤油のブレンドは変えずに開けた瞬間やっぱこういう常温のところに置いとくと発酵が、同じ醤油ってとってもやっぱりこんだけブレンドして。そりゃ高いわ、こんな合わせてるだけで。高いですよこれ。ああ、高いですよ。いろいろずーっと試行錯誤して行き着いたのが今のこれです。素晴らしい。その醤油ラーメンをね食べれるという。それは分かりません。これが多いの。2杯目も同じ部位でずっとやる。桃な理由が瞬間的に出したい時は手羽でいいんですよ。ただ続かないんですよ。桃っていうのはでかい分長い時間かけてやっても味出るんですよ。だから3時間っていう営業時間の中でずっと追い取りの効果を持続させようと思ったらやっぱボディだとでかいし血合いもついてるし、だから桃だったらそんなにスープも濁らないし、うまみの香りが継続されるんですよね。
なるほど。これまたすごいな。これ山よりちょいかもしれない。山よりちょいかもしれないですね。色がもう並大抵の色じゃない、チンタンなのにすごい色してる。でこの麺なんと薄力粉2種類。食べてびっくりします。福飛鳥っていう奈良の小麦と高根小麦っていう兵庫県の小麦2種類。加水が 35%、で両方とも薄力粉です。薄力粉。分類で言えばそこに行き着いた理由はもう単純です。近畿の小麦統一したい。もともと福飛鳥っていう奈良の小麦を使い始めたのは大和肉鶏が奈良の鳥なんで、奈良と奈良で合わせた方が面白いし、まあ統一性もあるし、まあ、物語としていいだろうっていうので使い始めたんですけど、で使い始めようと思った時に粉屋さんがこれ薄力粉なんでお菓子とかには向いてますけど中華麺は売ってませんよ、売ってる人見たことないですからやめた方がいいんじゃないですかって言われました。誰もじゃあ薄力粉で打てないんですか、聞いたことないです。いや打てないからみんな打たないだけでしょ。僕じゃあそれで打てる方法を考えますわって言って研究に研究を重ねて薄力粉で麺線めっちゃ綺麗やけど。ラーメンの麺線もこんな感じですうち。ちょっとチャーシューないスラーメンですけどテケテン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 じゃんできました。ありがとうございます。どうぞ。いただきます。小銭が100円しかない。これ500円は。はい。300円だと。300円。はい。はい、最後までご視聴の方ありがとうございました。ぜひ動画気に入ったらね、いいねやコメントの方よろしくお願いします。それと、あそこの繁盛店のあのスープの炊き方を見たい、あそこのお店のチャーシューの作り方を見たい、あそこのお店の麺の作り方を見たいっていうことがありましたら、ぜひコメント欄の方にコメントの方よろしくお願いします。なるべく皆さんのコメントいただいたお店を行けるように僕も頑張りますので、ぜひ応援メッセージもお待ちしておりますので、それではまた次回 See you! ありがとうございます。